So I think we're just in the first issue or volume of the book currently. So it's about a man who works for an elephant manufacturing factory. And basically, he, like every other, sort of has a very regimented, very structured life, sort of kind of as dictated by the government and societal norms. And at some point, spoiler alert, he comes or encounters a dwarf in his dream who sort of inspires or incites certain actions, and ultimately at the end he sort of revolts against sort of the lifestyle he has in a snapshot. それをじゃあ今度そっちの方に回しますから。はい。今年私たちは村上春樹の「踊る小人」という小説を読んでいます。村上春樹は世界でとても人気がある作家です。村上春樹の小説はディストピアのジャンルとして考えられています。ディストピアとユートピアの文学について少し話したいと思います。ユートピアという言葉はイギリスのサー・トーマス・モールに作られました。1516年にモールがユートピアという本を書いて出版しました。本で理想的な社会を理論化しました。それがユートピアという文学が一般的にそのような社会を描きます。ディストピアという概念はユートピアの概念から作られました。正反対のコンセプトです。ディストピアの文学で社会が崩壊して人間が抑圧された人生を生きます。不信や腐敗や暴力が特徴です。ディストピアとユートピアの文学は一般的に政治的なかつ社会的な構造を描き出します。人類が方向性を示しています。村上春樹の小説でねじ巻きのクロニクルまで暴力がイメージありません。村上春樹は暴力性が何だと言っています。精神が飢えると肝心なものに背を向けてしまう。そして不満がくすぶり続ける。踊る小人という小説ではその、暴力という形で爆発していく人間の本質を表しています。あとはカトリンさん続けてくれます。はい、そう実はディストピアのジャンルは皆さんがよく知っているとても有名な小説の中に入っています。例えばジョージ・オーウェルの1984年です。1984年の世界でビッグブラザーという政府はすべての権力を持っています。そしてその世界ではプライバシーがありません。市民はみんなうちで政府が監視するカメラを持たなければいけません。そして服従を確保するために政府のスローガンは Big Brother is watching です。1984年が出版される前、アルドス・ハクスリーの素晴らしい新世界が出版されました。素晴らしい新世界では未来社会を描いています。
そこで個性がなくて自分の趣味や仕事を選択する自由がありません。そして政府から与えられる薬で感情をコントロールする社会です。それからレイ・ブラッドベリーの歌詞451度では政府は本をすべて全部燃やしてしまいます。そして市民はもしうちの中に本があったら罰せられます。その他私が読んだディストピアの小説はアントニー・バージェスの統計仕掛けのオレンジやマーガレット・アットウッドのハンドメイドの物語やロイス・ラーリーの The Giver 全部ディストピアです。なぜディストピア小説は世界でそんなに人気があるのでしょうか。多分ディストピアの世界は実は小説の中の世界にあるのではありません。それは現実の世界にあるのです。そして複雑な事象、すなわち世の中で起こっていることを象徴的に描いているのです。はい、ありがとうございます。